方では、FDM の 3D プリンターとして、Anycubic のコブラマックスを使っています。コブラマックスには、RevIQ というオートレベリング機能があり、ビルドテーブルの反りに応じて、ヘッドが上下しながら出力するようになっています。ところが、当方のコブラマックスで、オートレベリング中にエラーが出て止まってしまうようになりました。オートレベリングのセンサーを交換しましたが、状況は改善しませんでした。他の 3D プリンターだと、ネジでテーブルの高さを調節することが多いです。しかし、コブラマックスには、RevIQ があるために、高さ調節のネジはありません。そのため、オートレベリングができなくなってしまうと、出力がうまくいかなくなります。そこで、高さ調節のパラメータを手動で設定して、オートレベリングしたのと、同様の状態にしました。この手順を紹介します。なお、オートレベリングが問題なく行えていても、その設定を微調整したい場合は、本動画の手法を使うことができます。パラメータを手動で設定する作業は、G コードのコマンド入力で行います。そこで、コブラマックスに G コードを送信するツールが必要です。本動画では、プロンターフェイスというツールを使います。プロンターフェイスは、パソコンと 3D プリンターを USB 接続して、様々な作業を行うことができるツールです。プロンターフェイスは、GitHub からダウンロードします。ダウンロードページのアドレスは、動画の概要欄をご参照ください。ダウンロードした ZIP ファイルを解凍すると、プロンターフェイスの実行ファイルがあります。そのファイルをダブルクリックすると、プロンターフェイスが起動します。実行しようとしたときに、スマートスクリーンの警告メッセージが表示されることがあります。その場合は、まず、詳細情報の文字をクリックします。実行ボタンをクリックします。コブラマックスとパソコンの間を USB ケーブルで接続します。プロンターフェイス左上のポートの箇所で、接続先のシリアルポートを選択します。その右の欄で、通信速度として115,200を選択します。その右のコネクトのボタンをクリックします。これで、プリンター is now online の表示が出れば、接続ができた状態です。プロンターフェイスの右下の欄に G コードのコマンドを入力していきます。コブラマックスとの接続ができたら、まず M503 のコマンドを入力します。すると、現在の設定一覧が表示されます。その中に G29W から始まる行が25行ある場合は、以前に行ったオートレベリングの結果が残っている状態です。この時は、そのオートレベリングの設定を書き換える作業に進みます。この動画の5分56秒まで進んで、続きをご覧ください。一方、G29W から始まる行がない場合は、仮のデータを作る作業を行います。まず、G28 のコマンドを入力して、ヘッドをホームポジションに移動します。G29S0V4 のコマンドを入力して、オートレベリングを行います。ビルドテーブルが60度まで、ヘッドが190度まで加熱されますので、しばらく待ちます。加熱が終わると、オートレベリングが始まります。オートレベリング中は、ヘッドやテーブルが動く際に異音がしますが、気にせず進めます。しばらくすると、オートレベリングが終わり、ヘッドがホームポジションに戻ります。そして、プロンターフェイスには結果が表示されます。ここで、M503 のコマンドを入力します。それに対して結果が出力され、かつ、その中に G29W から始まる行があれば、無事に仮のデータができた状態です。この場合は、M500 のコマンドを入力して、仮のデータを保存します。一方、オートレベリングが途中で止まったり、
オートレベリング後の M503 のコマンドに対して何も表示されなかったりすることもあります。これらの場合は、コブラマックスの電源を入れ直し、また、プロンターフェースも起動し直して、コブラマックスに接続するところからやり直します。M500 のコマンドで、仮のデータを保存するところまでが終わったら、コブラマックスを一旦再起動し、また、プロンターフェースも再起動して、コブラマックスに接続し直します。その後に、M503 のコマンドを入力して、設定一覧を表示し、G29W の行があることを確認します。次に、オートレベリングの結果を0にリセットします。そのための G コードファイルをダウンロードします。ダウンロードページのアドレスは、動画の概要欄をご参照ください。ダウンロードページに接続して、右上のダウンロードのボタンをクリックして、G コードファイルをダウンロードします。ダウンロードが終わったら、プロンターフェースを起動して、コブラマックスに接続します。そして、ロードファイルのボタンをクリックします。ファイル選択ダイアログボックスが開きますので、先ほどダウンロードしておいた 0.g コードファイルを開きます。プリントのボタンをクリックします。これで、オートレベリングの Z1 のデータが、すべて0にリセットされます。M503 のコマンドを入力して、設定一覧を表示し、G29W のコマンドの後の Z の指定が、すべて0になっていることを確認します。M500 のコマンドを入力して、設定を保存します。最後に、マニュアルでレベリングを行います。レベリングする位置は、この図のように25箇所あります。X 方向は左端から、Y 方向は手前から、10mm、105mm、200mm、295mm、390mm の位置に、ヘッドを順に動かして、ビルドテーブルとヘッドとの間を調節します。そして、レベリングした結果を保存します。また、保存する際には、X、Y それぞれの位置を0から4の番号で表します。X 方向の番号は I で、Y 方向の番号は J で表します。例えば、X 方向が 105mm、Y 方向が 200mm の位置は I1、J2 の番号で表します。まず、G28 コマンドで、ヘッドをホームポジションに移動します。左手前端の X、Y ともに 10mm の位置のレベリングを行います。番号で言うと I0、J0 に当たります。ヘッドの移動は G0、X00、Y00、Z0 のコマンドで行います。〇〇に X、Y の位置を入れます。したがって X、Y ともに 10mm の位置にヘッドを移動するには G0、X10、Y10、Z0 のコマンドを入力します。ヘッドが移動したら、ヘッドとテーブルの間の距離を測ります。2から 3mm 程度隙間が空いていると思います。そこで、まず、Z を 2mm 下げてみます。それには、M421、I0、J0、Z-2.0 のコマンドを入力します。また、M421、I1、J0、Z-2.0 のコマンドも入力して、右隣の位置の Z も設定します。次に、G0、X105、Y10、Z0 のコマンドを入力して、右隣の I1、J0 のレベリングの位置にヘッドを移動します。そして、G0、X10、Y10、Z0 のコマンドを入力して、番号 I0、J0 の位置にヘッドを戻します。すると、先ほどと比べて、ヘッドがビルドテーブルに近づいているはずです。この後、M421、I0、J0、Z00 のコマンドで、Z の位置を少し下げます。G0、X105、Y10、Z0 のコマンドで、ヘッドを一旦移動します。G0、X10、Y10、Z0 のコマンドで、ヘッドをレベリング対象の位置に戻します。
そして、M421 のコマンドで Z を下げる作業を繰り返して、レベリングを行います。一般的な 3D プリンターでの手動レベリングと同様に、ヘッドとビルドテーブルの間にコピー用紙を挟み、紙がギリギリ抜けるくらいになるまで、Z の位置を下げます。X、Y ともに 10mm の位置でレベリングを終えたら、M500 のコマンドで結果を保存します。そして、二つ目の位置である、X が 105mm、Y が 10mm の位置で、レベリングを行います。番号で言うと、I1、J0 に当たります。G0、X105、Y10、Z0 のコマンドで、ヘッドを動かします。M421、I1、J0、Z○○のコマンドで、Z 位置を設定します。G0 コマンドで、ヘッドを 100mm 程度左右または前後に動かしてから、再度 G0、X105、Y10、Z0 のコマンドを実行して、レベリング対象の位置にヘッドを戻します。そして、M421、I1、J0、Z○○のコマンドで、Z 位置を少しずつ下げ、コピー用紙がギリギリ抜けるぐらいにします。Z 位置を設定できたら、M500 のコマンドで、設定を保存します。同様の手順を繰り返して、残りの各位置のレベリングを行うと、作業は完了です。無事に出力できるようになりました。それでは、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけると幸いです。